エアレーション。水面を揺らすことで水槽内に酸素を供給するほか、水槽内に緩やかな水流を生み出すことで止水域を解消するなど、アクアリウムにおける重要な役割を果たします。また、細やかな気泡が上がる様子は見た目の癒し効果も高く、うるさい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 わ。それではやっていきます。はい、どうもビバです。皆さん、エアーポンプは使われてますか？アクアリウムで結構重要な要素、エアレーション、水槽内に酸素を供給したり、水流を生み出すことで止水域をなくしたり、アクアリウムをやってる人には馴染みの多いエアレーション。そのエアレーションをするための装置、それがエアポンプ。多分アクアリウムやってる人ならエアポンプ1台くらい持ってるかなと思うんですけど、エアポンプの欠点、うるさい。エアポンプから出る騒音というのは、ポンプ自体の駆動音と水中に添加されたエアーの放出される音と弾ける音、そのあたりがうるささの原因ですね。エアレーションがブクブクと称されるのはそのあたりだと思うんですけど、ブクブクの音はいいとして、エアポンプの駆動音っていうのはかなり耳障りです。実際にちょっと電源を入れて動かしてみます。まず僕が普段愛用している水深 SSPP3S というタイプです。ちょっとマイクを近くに置いてみます。それではスイッチオン。続いてこちらのジェックスさんの E-Air 1000。それではスイッチオン。正直エアチューブをつないでエアストーンを水中に入れれば駆動音はちょっと抑えられるんですけど、静かとは言い難い。特にエアポンプには滑り止めのゴム足がついてるんですけど、これ意外とずれていくんですよね。経験ある人多いと思うんですけど、エアポンプ自体の振動でどんどんずれていって、何かにぶつかると冒頭の映像のようにガガガガガガというものすごいうるさい音が出ます。夜中にあれが起こっちゃうと結構びっくりして目覚めちゃうかもしれない。それは余談なんですけど、今回はこのエアポンプの駆動音、これを何とかしたいということで、駆動音のうるささを改善したエアポンプを購入してきました。しかもこういったエアポンプにはないちょっとした特徴があるので、それも合わせて紹介します。サムネでもうバレバレなのですぐ出しちゃいます。こちらの日総ミュート DC600。今回はこちらのエアポンプのレビュー動画。ではまずこちらの商品の特徴を紹介します。まずパッケージで目立つのがこの静という文字。ここに書いてる通り、ノイズ 38dB、図書館の静けさということで、静かだよっていうことを歌っています。超静音、低振動、突出量アップ、突出量3倍、ミュート S と比較した突出量ということで、このミュートシリーズはミュート S とミュート D、そしてこのミュート DC というものがあります。一番下のモデルのミュート S と比較して突出量が3倍になったというモデルですね。そしてただ静音性を謳う商品ではありません。なんとこちらの商品は USB 駆動です。エアーポンプで USB 駆動する商品、なかなか珍しいですね。フィッシング関係で釣った魚にエアレーションするためにモバイルバッテリー駆動のものとかは結構あるんですけど、アクアリウム用としては結構レアなんじゃないでしょうか。というわけで今回はこのミュート DC600 超静音で低振動 USB 駆動のエアポンプを紹介していきます。まずは開封していきましょう。パッケージはね、なんか変な形してるんですよね。そしてかなりぎゅうぎゅうに詰められてて、商品届いた時にはすでに箱がパンパンに膨れ上がってました。よいしょ。はい、説明書と逆流防止弁、 USB アダプター、ちょっと変わった形、そしてちょっと変な吸盤、よいしょ、痛い。なんか吸盤2つを貼り合わせたような不思議な吸盤ですね。そして本体、ちょっと意外だったこの何かしらのボックス、これ意外とでかいな。スマートじゃないですね。本体の方はとってもちっちゃいです。サイズはこんな感じ、すごいちっちゃいですね。そして USB ケーブルが1本入っています。このマイクロ USB を挿して、こちらの USB をアダプタに挿して、これで電源が取れるという形ですね。もちろんこの USB はこういった USB の
アダプターから電源を取ることもできそうです。ではこの日総ミュート DC600、そのスペックと性能を見ていきます。まずパッケージに書いてある特徴として超静音というのがあります。これは箱の裏に書いてるんですけど、ミュートはピエゾ素子により空気を押し出す全く新しいエアポンプです。ということで構造も書いてるんですが、これまでのエアポンプとは構造自体が全く違うみたいです。このピエゾ素子というのを使うことで本体の小型軽量化、超静音、超低振動を実現。従来品は電磁石の振動で空気を押し出すのでガーッとうるさいということらしいですね。なのでこの超静音と低振動は関連づいてるみたいなので、この2つについてチェックをしてみます。まず静音性について、本体から出る音だけをチェックしたいので、エアチューブをつないで突出口から出る空気の音は考慮しないようにします。ではスイッチオン。おー、すごい。これはね、パッケージで歌ってる通り超静音ですね。一応こちらから出る空気の音はするんですけど、振動も全然ありません。これが一番びっくりした。裏面にはゴム足とかないんですけど、そのまま机の上に置いても全然振動してませんね。これが例えば水深の場合だと、ものすごい振動が。裏はゴム足がついているので普通に置けば一応グリップはするんですが、当然裏返しておくと本体が振動しているのでどんどんずれていきます。振動音もものすごいですね。ミュート S は本体が振動しないので、振動が原因の騒音丸ごと解決してるっていう感じがします。次に突出量アップというところを見ていきます。今回ここに3つのエアポンプがあるんですけど、ミュート DC600 は1分間に 600ml、E-Air1000 は1分間に 800ml、水深 SSPP3S は1分間に 2500ml。スペックではこうなっているんですが、実は落とし穴があって、エアの流量ってこのエアストーンが水槽のどの水深に設置されているかで変わってきます。つまり水深が10センチに設置した場合と水深が50センチに設置した場合、先ほどのスペック通りではなくって流量は変わってくるということですね。そしてこのスペックの表記について、その水深統一されてません。なので単純にカタログ値では比較ができないんですよね。例えばこのミュート DC600 は1分間に 600ml なんですけど、水深が50センチの場合、そんな深い水槽にこれ使うやついんのかっていう話なんですけど、なかなか自分に厳しい製品ですね。水深50センチで 600ml です。そして E-Air は 800ml なんですけど、なんと負荷をかけてない状態、つまり水深0センチ無負荷の状態で 800ml です。そして水深についてはカタログ上では水深25センチで最大 1500ml なので、2500っていうのはおそらく無負荷の状態、水深25センチでは1500に落ちるという状態ですね。このあたりメーカーさん水深を揃えてスペック記載してほしいところなんですけど、バラバラなのでしょうがないですね。数字的には一番弱いミュート DC600、実際の環境では意外と水深に迫る性能かもしれませんね。このあたりは実際に後で実験をしてみたいと思います。ちなみに突出量アップというのはミュート S、ミュート D と比べてミュート DC600 は突出量がアップしているというお話。パッケージの横にミュートシリーズの比較表が載っているので、気になる方は一時停止してご覧ください。一応付属してたこの謎の吸盤についてもご紹介します。ミュート DC600 の裏面フラットになっているので、ここに吸盤をペタッとくっつけて、あとはガラス面とか平らなところにこの吸盤をペタッとくっつけると貼り付けて設置することが可能です。ただ本体振動しないですし、サイズも小型で軽量なので、そんなに置き場所は困らないと思います。できれば他の商品みたくフックを引っ掛ける穴用意されてたら嬉しかったんですけどね。では突出量の比較をしていきます。果たして USB タイプのミュート DC600、一般的なエアポンプと比べて遜色のない突出量を出せるのかどうかチェックをしていきます。今回比較するにあたってこんな装置を作りました。これは絶対流量比較訓です。仕組みとしては水槽の下部にエアストーンがありまして、それをロートでエアを集めて
ペットボトルの中に空気を送り込みます。今ペットボトルはちょっと水面出ちゃってるんですけど、ペットボトル内は水で満たされています。エアーポンプをオンにしてエアーが流れ込んで、ペットボトルの中がエアーで満たされるまでの時間、これを比較していきたいと思います。この絶対流量測るくん絶対流量比較くんだっけわかんない。なんだっけ、これで比較をすればミュート DC600 の性能がわかると。楽しみですね。実験する水槽の今回の水深は約25センチです。比較対象のエアポンプは水深 SSPP3S、 流量は MAX でテストをしたいと思います。そしてもう一つは JEX EAR1000SB、 こちらは流量調節ないのでそのまま使います。そして最後に今回のレビュー対象ミュート DC600、 USB 電源の超静音低振動小型のエアポンプです。どれくらい上位まで食い込めるか楽しみですね。それではやっていきます。はい、やばい、眠るとこだった。といった感じで毎分 600ml というちょっと頼りないスペックなんですけど、意外と頑張ってくれたような印象があります。さすがに水深よりは遅いんですけど EAR よりは早かったですね。何より今も駆動してるんですけど、この振動のなさと静かさ、これは素晴らしいアドバンテージですね。完全に無音というわけではないんですけど、実際の使用環境だと後ろのエアーの音の方がうるさいので、こちらはほとんど気になりません。ちょっとマイクを近づけてみましょう。後ろのエアーの方がうるさいかな。エアレーションにマイク近づけてみましょう。どんな感じでしたでしょうか。エアーの音に比べて本体はめちゃめちゃ静かなのがわかるかなと思います。せっかくだから水深も同じように音聞いてみましょう。水深はなぜ人気かというと、エア流量をしっかり出せて、しかも流量調節もできます。それでいて静か。若干本体がでかいのが嫌だっていう人いるかもしれないんですけど、エアポンプとしてはかなり優秀な部類だと思います。じゃあスイッチオン。エアはバッチリ出てて、本体も結構振動しています。本体の振動がテーブルとかに伝わるとさすがにビビリ音というか振動音出るんですけど、実はコードとかが一緒に震えてしまうので、コードがどっかに接触しても意外とうるさいです。あと今うるさいのはこの L 字ジョイントがテーブルにくっついてうるさいですね。じゃあちょっとマイクを近づけてみます。一応裏面のゴム足が振動を吸収して、ある程度振動と音は抑えてくれてます。それでもやっぱりブーンという駆動音はエアレーションの音と比較しても隠しきれないかなという印象。今回この商品使ってみて最初に感じたのは、やっぱり振動がないせいでめっちゃ静か。エアポンプというと駆動音とか振動音すごいうるさいイメージなんですけど、これは全く別次元ですね。静かな部屋とかに水槽を置いている方はぜひ検討してほしい商品です。そして USB 接続ということで、小型水槽とかで LED ライトを USB 使っている人とか USB でまとめられるのも嬉しいですね。もちろんアダプタも付属しているので、通常通りコンセントから電源を取ることも可能です。ちなみに USB 接続なので、最近よく出てくるこの流量コントローラー、エアポンプなので水深に影響するんですけど、こちらは弱だとエアが出ませんでしたね。オンオフはできるので、手元でオンオフしたい人は便利。ちょっと残念だったなって思うのが、このでかいユニット、これいるのかなこれすごい邪魔なんだよな。サイズも重量もミュート DC600 本体より重たくて大きいです。このユニットは中で何をしてるんでしょうね。詳しいことは分かんないんですけど、これなかったらよかったな。もっとコンパクトであったら嬉しかった。あと今ならタイプ C でもよかったかなっていう感じ。あとこれはミュート DC じゃなくてミュートシリーズのミュート S とかのレビューなんですけど、
結構早いうちに騒音がしだすとか、そういったレビューもちらちら見かけました。ミュート DC600 についてはずっと騒音とか発生しなければいいなと願うばかりですね。あと一番のネックは価格ですね。このミュート DC600 値段言いたくないぐらい高いんですよね。ちなみに参考価格として E-Air1000 は700円ぐらい、推進 SSPP3S は1700円ぐらいです。そしてミュート DC600 はというと4000円。高え。これは高いでしょう。突出量を考えると4000円はちょっと出したくないですよね。その分静音性、そして USB 接続っていうのを優先して考えれば、いや4000円は高いでしょう。せめて3000円。ちょっと価格の面ではおすすめしづらいエアポンプですね。というわけで今回は日総ミュート DC600 USB タイプのエアポンプ、超静音で低振動、突出量も一般的なエアポンプと同じくらいあるので、30センチ水槽とかで静かなエアポンプを探している方はチェックしてみることをお勧めします。動画説明欄に商品リンク載せておきますので、よかったらそちらからチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter や Instagram もやってますので、よければフォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。